今年も始まります。2024年の梅仕事追熟編。今年も梅干しをつけるために南高梅1キロ1580円を3袋3キロ分購入しました。例年だと1キロ1000円くらいです。今年は雹やカメムシの被害により凶作で出回る量も少なく価格が高騰しております。それでも入手されたいと思う方は見かけたら早めに購入してください。そうしないともしかしたら手に入らない可能性もあります。値段わかりますか？ 1 キロ1580円です。地域やお店により価格は異なりますが、だいたいこのくらいかなと思われます。購入してきた梅、早速追熟させるので袋から出します。袋に入れたままでは蒸れて汗をかいて傷んだりカビが生えやすいので早めに作業しましょう。今から箱に移します。帰宅後早めに作業してください。私が購入したのは 3L の梅です。中をお見せします。傷は少しであれば全く問題はありません。そして南高梅は梅の大きさに関係なく種の大きさはほぼ同じ。大きな梅の方が果肉が多く柔らかく仕上がると言われています。梅を購入するときのポイントです。大体がこのように袋に入って売られていると思います。袋の外側から見える範囲で構いませんので、傷やヘタの周りにもカビが生えていることがあるので、よく確認します。袋の外側からだけでは分かりにくいので、梅を移したときに傷、カビがひどいものは避けるなど仕分けてください。私が住んでいる北海道釧路市は比較的気温が低めなので、追熟中にカビが生えたということはございませんが、お住まいになられている地域の気温、湿度、ご家庭での状況などによってご自身で工夫されてください。左側はまだ青い追熟が必要な梅、右側は一見すると黄色くは見えますが、まだ追熟が必要なのでしばらく置いておきます。梅の傷や斑点、この程度は問題ありませんが、つけるときにもう一度確認します。梅をすべて入れ終えたので、上から軽く新聞紙をかぶせて、直射日光の当たらない常温で数日間追熟させます。他の容器や新聞紙がなくても構いません。皆様にお見せしたいものがあります。私が記入している保存食ノートと名付けているものです。昨年は6月12日に 4L の梅を1キロ899円で購入しました。梅についてその他保存食などもいろいろと記入しております。そして 3L の梅、昨年は6月8日に1キロ999円で購入しました。今年は1580円と高めです。今回はここまで。追熟の途中経過、つける様子、そして土用干しなど随時動画にすると思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。